信念を貫くというその一点であったのです。信念とは何か。それは NTT 独占の中で日本国民は高い通信料金に支払わされている。世界的に見ても家族っていうのはね、やはりその中で働いてる人は中心になっていかなければいけません。だからそういうことがあると、何が世の中でどんな平穏無事にいけるわけないんですよ。いろんなことが舞い込んできます。その時にしかっとしたものを持ってなければ、うろうろしぶっちぎりのスピードで対応します。ワンストップで問題解決します。納得いただけるまで解決します。はい、よろしくお願いします。
こ
株式会社オーバンと言います。私が代表取締役も社長ねやってます、大崎都高と申します。昭和32年ですね、1957年になると思いますけども、私の祖父である常松が創業いたしまして、その時は大判すき割り工業と申しまして、スポンジのスライスですね、要はハムとか肉をこうスライスするようなあんなスライス業から始まりまして、昭和35年1960年に設立ということで株式会社オーバーという形でスタートしました。いろいろバブルがあり高度成長がありっていうようなことがあったんですけど、スポンジ関係の仕事を一本で来ておりましてね、昭和55年でしたかね、あの時に自動車の関係の変革があったんですよね。トヨタ看板方式って言って、もう要はその時に在庫なくその時に納めてくださいっていう、そういうことがずっと蔓延してて、我々昭和35年から約20年間自動車のシートクッションを確保してたんですよ。順風満帆だったんですけども、看板方式に変わってから一気にその波が来まして、内製化するということでついてくるかと。当時三菱自動車とダイハツ関係ですね。ちょうど僕が大学生で親父に相談されました。やめといた方がええんちゃうと。どっちにしても規模はでかなるけどずっとこの仕事やし、仮に私が担わしてもらったら俺は面白ないわと。結果的に断ることになったんですよ。それを機にもう仕事が全然なくなりますや。現在に至るんですけど、産業資材にシフトしてお客さんを取っていって、おかげさまで800件ぐらいの顧客がいてます。大きく分けると仕事の内容っていうのは断熱材関係、エアコンの業務用の断熱材関係であったり、建設機械ですね、建設機械関係のエンジン周りの防音材であったり、自動車ガラスですね、自動車ガラスの運ぶ際の緩衝材であったり、昨今はもうありとあらゆるところから緩衝材の引き合いがすごく多くなってきます。こういう時代ですんで、ウェブ SNS 等なんかでお客さんがどんどん問題を抱えられているということを対応していけば、いつの間にか800件のお客さんになっていると。今後の展望、現在はおかげさまでね、すごく業績も相当上がってるんですけども、日本だけではなくてボーダーレスですよね。 SNS にしても全てにおいてボーダーレスということは、当然海外の関係なんかでもそういう問題課題を抱えられているお客さんっていうのはたくさんおられると思います。だからそういったことをどんどん発信していって、我々もその今の時流に乗るツールを発信し、YouTube を使い、Instagram 等で私どもにアクセスしていただけるお客様にとって非常に便利な会社であるなということをグローバルに考えていただければいいと思うし、我々もグローバルな形でお客様の方に供給できればというふうに非常に考えています。